でバターが入ったら鍋肌に醤油です。でバター溶かします。はい、こんにちは、シェフのハベルです。今日は和風パスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ベーコン、ほうれん草、無塩バター、にんにく、唐辛子、めんつゆ、醤油、オリーブオイルです。はい、それでは今日は和風パスタシリーズということで、ベーコンとほうれん草を使ったバター醤油のパスタを作っていくんですけど、バター醤油って無条件に美味しくないですか？今日はそのバター醤油にさらにニンニクの香りが入ったような中毒性の高いパスタをこれから早速作っていきます。それではまずは洗ったほうれん草をカットしていくんですけど、今日はこの半分にカットして茎の部分とこの葉の部分分けて火入れをしていきます。で茎の部分は一緒に炒めて、葉は柔らかいから最後にパスタと一緒に茹でるというようなやり方をしていきます。でニンニクは潰したものをこのままこう刻むだけで、これでもう材料カットが終わったのでソースを作っていきます。はい、それではまずカットしたベーコンから加熱していきます。でまずイタリア料理の基本ってだいたいニンニクオイルを作ってからというやり方が一般的だと思うんですけど、今日のパスタはイタリアのパスタというよりは和風の日本のパスタなので逆のやり方をします。でまずはベーコンの油をじっくり出していきます。少量オリーブオイル。はい、それでは今温度が上がってベーコンから油が出てきたので、この油が出てきたところにニンニクでちょっとこのベーコンの油をですねしっかりまとわせて、この油自身でニンニクを加熱していくっていう方法をとります。で今日はこのベーコンの油脂も入るんですけど、この後バターが結構入るような固定したパスタになるので、アクセントのカラブリア唐辛子で、いつもは辛くしたい場合は砕くんですけど、今日はあくまでも濃厚なソースに辛みのちょっとしたアクセントが欲しいので、このままホールのままちょっと入れます。なので最後に取り除くことだけ忘れないでください。ちょっと噛んだら大変なことになるので。で今シュワシュワしてる状態でですね、じっくりと弱火でニンニクの香りを引き上げていきます。これが今ベーコンの香りと唐辛子の爽やかな香りとニンニクのパンチの香りがすごくいい感じです。でここまで来たら今日パスタ茹でていきます。それでは今日はですね、太麺でも細麺でもなく、中間ぐらいの太さのパスタ 1.7 ミリのものを使っていくんですけど、今日の和風のパスタはおすすめなのはツルツルタイプのテフロン。これは今日は喉越しが欲しいのでこのパスタを茹でていきます。でこの後茹で汁も入っていくので、ちょうどお湯に対して 1% のお塩が入ってます。それで今ベーコンとニンニクが軽く色づいた状態ですね。ここまで来たらこのほうれん草の茎が入ります。でこれはこのまま入れてもいいですけど、ちょっとこう裂いて入れた方がロングパスタになじむので、そこを裂いた状態で加えます。で茎が入ったら今このベーコンとニンニクの美味しいオイルをですね、このほうれん草にまとわせて炒めていきます。で今ベーコンとニンニクのこのオイルが茎にしっかり浸透してちょっとしなっとしてきた。そしたら今日の主役のバターが入ります。でバターはベーコンの塩味と醤油とかだし系が入っていくのでかなりしょっぱくなってしまうので、無塩バターがおすすめです。でバター溶かします。でバターが入ったら鍋肌に醤油です。で醤油を加えると、ここで今香ばしい香りが、もう醤油バターのですね何とも言えない香りが立ち上ったので、僕はここで醤油プラスちょっとめんつゆで、このベースのところに今すごいいい香りが立ってるので、茹で汁とちょっと水を割ったものをですね合わせる。で今ここで最高に美味しいベースができているので、もうちょっと辛み出したいって方は唐辛子ここでちょっと押しても唐辛子の辛いエキスが出るのでちょっと押して
でこれで取り除きます。でこの状態で火を切っておいて、あとはパスタを合わせていきます。で今日作ってるような和風のパスタってイタリア料理、イタリアンというよりはカフェイタリアンだったりとかフランチャイズの業態にあるようなメニューのイメージだと思うんですけど、僕も昔明太子パスタだったりとか、あとこういうバター醤油のパスタだったりとか、ちょっと揚げたナスの和風パスタだったりとか、そういうものを慣れ親しんで食べてきたんですけど、そういう和風パスタって必ずと言っていいほどめんつゆが中に入ってるんですよ。でそのめんつゆの出汁のうまみが入ってるからやっぱ美味しいよねって感じることができるので、こういう和風パスタにはですね、必ずちょっとだけめんつゆ入れるのがポイントです。で日本人にとって麺料理ってラーメンだったりとかうどんだったりとかそばだったりとか、ああいう麺料理に求められるものって喉越しだと思うんですよね。だからこういうパスタもテフロンを使ってあげることによって喉越しが出せるので、和風パスタの場合はテフロンがすごくおすすめです。で茹で上がりのもう2、30秒前ぐらいになったら、このほうれん草の柔らかい部分もで、こういうほうれん草というのはもうサラダでも食べれるぐらいなので、本当に一瞬湯に通すだけで大丈夫ですね。でもうこれぐらいで、これで麺が湯がったので合わせていきます。で最後にこのソースにパスタとほうれん草を合わせて、で混ぜ合わせて、で和風パスタはですね、ちょっと乳化させない、わざとちょっと汁気が残ってても美味しいと思うので、これくらい少し残った状態で盛り付け入ります。これでベーコンとほうれん草のバター醤油パスタ完成です。はい、いただきます。もう無条件に美味しいですね。このバター醤油にやっぱちょっと出汁感が加わるとですね、本当に日本の和風パスタって感じで、今日は最後に盛る時にソースの余力残してちょっと汁っぽくしたんですけど、そこもまた和風パスタの醍醐味かなと思っていて、このツルツルタイプのテフロンタイプだからこそちょっと汁気を残してあげるとですね、相性が抜群で本当に美味しいですね。で今日みたいな和風パスタって僕多分小学生ぐらいの時にこれ出会った味なんですけど、当時ですね、原宿駅の近くにあったカフェイタリアンのトゥーザハーブっていうお店があって、そこの和風パスタを食べて最初のこういうなんか美味しいパスタを知ったっていうのが僕の体験なんですけど、他にも壁の穴さんだったりとか、僕好きな五右衛門さんとか、あと壁の穴とかラパウザとかタパスタパスとか、あとドナーとか、あとサイゼリヤさんとかたくさんあると思うんですけど、皆さんの好きなフランチャイズよかったら教えてください。はい、ごちそうさまです。今日のバター醤油のパスタなんですけど、間違いない味になってるんでよかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。